はい、どうも、てらんです。本日なんですけど、いつかな、ちょっと前に僕牛しぐれ煮丼を作ったと思うんですよ、動画で。で、あの時もめちゃくちゃ美味しかったんですけど、なんか個人的に調味料の割合とか、あと牛肉の火入れの時間とか、ちょっとね、また修正するところがあったので、あれから何回か作っていくうちにもっと美味しいものが出来上がったんですよね。なので食材自体はそんなに変わらないんですけど、調理方法とかそういったものがね、ちょっと変わりますんで、今回そちらを動画にしていこうかなと。んで、どうせならめちゃくちゃ美味しいものが作りたいな、ということで、今回はこちらの佐賀牛をたっぷり使っていきます。世間一般的にはね、松阪牛とか神戸牛とかね、そこら辺がすごい有名やとは思うんですけど、実はこの佐賀牛、美食家の中には、これが日本一やっていう方もいらっしゃるぐらい、これめちゃくちゃ美味しい牛肉なんですよ。まあ高いけど、赤身と脂身のバランスもいいし、脂も甘いし、脂がくどくないしね。僕の地元九州を代表する特産品ですんでね、何かの特別な日とかにもしご機会がありましたらぜひ。という地元アピールはここら辺にしておいて、早速今日も作っていきましょう。さあ、では作っていきましょうか。まず今回のしぐれ煮丼にお出汁を使うので、まずはささっとこのお出汁を取っていきましょうか。今、出汁昆布を入れて3時間ほどふやかした状態ですね。そしたらまず火にかけまして、やっと電池変えました。勢いが全然違うね。で、このお出汁に関してはね、もう毎回同じことしてますけど、もしかしたらね、今回の動画が初めての方もいらっしゃるかもしれないので、またいつも通り丁寧にやっていきましょうか。70度になったら火を弱めて、このまま70度をキープしながら10分ほどまず昆布だしを出していきます。10分ほど煮出したら一度これ取り出して、一度火加減上げて、沸騰してきたらこの昆布のぬめりとかアクをまず除去して、綺麗になったら昆布だしのまず完成。やっぱラオス昆布焼きにいい感じに色もつけますね。そうしたら一度火を止めて、たっぷりの鰹節、あとはこのまま何にもいじくり回さず 2,3 分ほど煮出して完成。あとは絞らず自然にドリップするのを待って、今日もいいお出汁が引けましたね。ただ見てもらって分かる通り、まだこの段階だと若干濁ってるんですよね。気になる方は一度これを沸かしてあげて、軽くお掃除してあげると溶けな感じに透き通ってきますんで。ただちょっとだけね、香りは飛びそうやけど、この作業をするかどうかはお好みということで。で、今回のしぐれ煮の具材なんですけど、こちらは前回と同じく牛肉とごぼうと生姜、こういったラインナップでいきます。なのでまずはこういったお野菜たちの下準備に参ります。こちらは今回のお野菜関係なんですけど、ごぼうとか生姜ね。で、こちらの長芋なんですけど、前回同様、今回のしぐれ煮丼、なかなか味が濃いので、ちょっと下のご飯をさっぱりさせたいという意味で今回長芋を使っていきます。この1本は、ちょっと箸休め的な感じで今回お漬物をつけていこうかなと。なのでまずはお漬物用に切って、で、ご飯に混ぜ込むように切って、で、牛肉と一緒にしぐっていくように切るっていう、この3つの工程一気にバッといきますね。そしたら1本ちょっとガイドラインだけ入れてあげて、こういったスプーンとか、このピーラーのここのとことか、そういったものを使って、これで準備完了。何のためにこの溝を掘ったかっていうのは一番最後に分かると思いますんで、そうしましたらこれをジップロックに入れて、今回こちらをつけていくのはこのたまり醤油ですね。今回浅漬けとかぬか漬けとかじゃなくて、たまり醤油漬けにしていこうかなと。居酒屋のね、魚民さんとかにもあるよね、長芋のたまり醤油漬けとかどうでもいいんですけど、今気づいたんですけど、こちら愛知県の知多のたまり醤油ですね。まさかの金子さんゆかりの地。そしたら金子さん注いで、しっかり空気抜いて、このままたまに上下を返しながら冷蔵庫で半日ぐらいちょっと漬け込んでいこうかなと思います。もしこういったたまり醤油漬けがなければ、普通の濃い口醤油で漬ければね、醤油漬けになるし、九州の方とかやったらこういった刺身醤油でもね、同じ感じになりますんで、たまり醤油よりかは若干甘めに仕上がるぐらいで。はい、次。
今回の大きさ的にはご飯粒と同じかちょっと大きいぐらい、そこまで細かく砕いてないので、食感的には長芋短冊とかシャキッとした歯ごたえ、まだその段階いいですね。でこちらはまだ使わないので、しばらく冷蔵庫で待機。でこの針生姜最後の盛り付けでトッピングでパッと乗っける感じにするので、さっとお水にさらしてちょっと辛みとえぐみをできましょうか。ただ薄くスライスするとき指切らんこと注意してくださいね。ちょっと太くなっちゃいますけど、全然スライスされてもできますんでね。でこちら 2,3 分ほどしたら一度ざるに上げて、で冷蔵庫で待機。ではごぼうのささがきに参りましょうか。さすがに3本はやりにくいね。2本の方がやりやすいね。で今回もちゃんと食感が残るように若干太めのささがきですね。でこちらがささがきをさらした後のお水なんですけど、ここにねごぼうのポリフェノールとかも入ってるんですけど、こういった栄養価をね気にされる方やったら水にさらす必要はないと思うんですけど、僕はそこまで気をつけんでもいいのかなと思う派です。ちょっとね香りが強すぎるしね。ではいよいよここから今回のメイン食材のお肉の下処理に参りましょうか。いやこうやって改めて見てもね、とにかく美しいよね。一応部位としては佐賀牛の肩ロースの薄切り肉になるんですよ。お値段としてはこれ全部でだいたいうん万円ですね。ちょっと奮発しすぎました。このままだとさすがにちょっと大きすぎるので、まずはこちらを一口大に切っていきましょうか。で今回ね動画の趣旨的にこんだけいいお肉を使ってるんですけど、もちろん普通の牛肉の切り落としとかでも全然美味しくできますんで、この後一度さっとお湯に通すので、火が入りやすいことをちょっとねバラバラにしてる感じですね。意外とこの一手間が大事やったりします。では一度ここからこちらを下茹でですね。実際下茹でというかもうここでしかね火入れはしないんですけどね。そしたら一度こうやってざるにあげて、さーっと仰いであげて、この余熱でねまた余計な火が入らないようにするのと、この表面の水分を飛ばしてる感じですね。でこういう風に見てもらったら分かるように、ちょっと今表面が乾燥してるんですよ、この牛肉。ここの乾燥したところに後ほど入れる調味液がぐっと染み込んでいくんですね。もうほんと今最低限の火入れしかしてないので、もうめちゃくちゃ柔らかいんですよね。でもってしかもこの後火入れしないので、もうこの柔らかさのまんまって感じです。多分これが前回と一番大きいところやと思います。でこちら先ほどの茹で汁なんですけど、こんだけの余計な油、あとアクが取れますからね、下茹でというか湯絞りする大切さが分かりますよね。ではここから今回の調味料関係にいきましょうか。こちらは今回の調味料たちですね。こちらからおだし、濃い口醤油、酒、みりん、きび砂糖ですね。で中身自体はそんなに変わってないんですけど、結構分量が変わってます、前回より。こちらから4対3対2対1対1強ですね。ちょっと甘みが減って塩分が上がった感じです。そうしましたらこれを一つにまとめて、ではいよいよここから本調理に参ります。ではまず先ほどの合わせ調味液を加えて、まずはこの調味液をぐーっと詰めていきます。
どのぐらい詰めるかっていうのはまた後ほどお伝えしますけど、結構詰めます。っていうのが、この段階でこういったごぼうとか生姜を加えると、アクの強い根菜類って火にかけすぎるとこう苦味とかえぐみを出しちゃうんですよね。それに食感もなくなっちゃうし、なので加熱時間を短くするために今こうやってぐーっと詰めてます。お、だいぶ沸いてきましたね。まだ白っぽいというか茶色っぽい泡が出てると思うんですけど、これがぐーっと煮詰まっていくと、これがダークマターに変わる瞬間があるんですよ。そのタイミングでごぼうを加えます。これで今中火で5分ほど今沸騰した状態ですね。この色だとまだまだですね。これで今10分が経過したところですね。だんだんダークマターに近づいてきましたね。あと5分くらいかな。ちなみに今こんだけの量を煮詰めてるんでこんだけ時間かかってますけど、普通の 1,2 人前作るときはもっともっと早く出来上がりますからね。時間っていうよりこの泡の状態とか色を見てもらえたらいいかなと思います。沸騰してから15分、やっと来ましたね。これがダークマター。そしたらまず先にごぼうを加えて 2,3 分ほどまず炒め煮て、ごぼうをしぐり終わったら最後生姜を加えて、最後1分だけこちらをしぐっていきます。さっとしぐり終わったら火を止めてちょっとだけ休ませて、 2,3 分休ませたらまだあったかいうちにドッキングで、まだこんだけね煮汁があるんですけど、これも一緒に加えると、これを混ぜてるうちにみるみるこのお肉がこの煮汁を吸っていくんですよね。乾燥してるから。だからあんだけあった煮汁がこんな感じになるんですよね。でこれ全体が冷めていくうちにこのお肉もぐーっともっともっと染み込んでいくので、染みムラができんごとこうやってたまに上下を返してあげながら全体が冷えるまでちょっと待機で、冷ましてる間ちょっともう洗い物も終わって暇なので、ちょいと錦糸卵でも作って盛り付けに使いましょうか。そしたら一度これをこして、この一手間加えてあげると、こういった感じで辛さとか卵の黄身を包んでる薄い皮とかね、あと大きな白身の塊とか、そういったものがなくなってより滑らかになりますんで、もしねお時間がありましたらぜひ。で一応軽くお塩入れとこう。そしたら軽く油なじませて、温度の目安としては30センチぐらい先であったかいぐらい、まんべんなくぬくもったら卵を加えて、余分な卵は戻して、上をちょっと外して、んでこれで全体も外して、そしたら箸かけて、裏面も軽く焼いて、こういう感じ。ちょっと焦げてもうたけど、そしたらざるに広げて、これ油脂分を取るのとちょっと卵を冷やして落ち着かせるのが目的ですね。でちなみにさっきの卵をくるんって返すところ、あそこのコツとしては、まずフライパンに箸を渡してここで返すんじゃなくて、ここら辺まで一気にグッと返す感じ。そしたらこれ戻してあげて、裏面も焼ければ完成。だから巻きすに取る時もここら辺までグッと返すと簡単に取れますんで。結構たっぷりできましたね。あんまり休ませすぎてもこう表面がパリッパリに乾燥しちゃうので、ちょっと5分10分ほどちょっとここで待機。じゃあこの間に余ったお出汁にお塩をだけ打って、今回このお吸い物というかすまし汁というか、こちらも一緒に添えていこうかなと思います。
あとはさっと下茹でした三つ葉の茎で結んで綺麗なお花の出来上がり。こっちの卵のお花のお吸い物に使おうかなと思います。で、皆さんの記憶の遥か彼方に行っているであろうこの長芋のお漬物も結構いい感じに使いましたので、ここの隙間に刻みわさび入れて、あとは食べやすい大きさにカットして、刻んだ葉わさびなんか添えたりして、長芋のたまり醤油漬け完成。そしたらご飯に長芋加えて、で白いりごま。ご飯は前回とあんま変わらないですね。さっくり混ぜ合わせて丼によそって、錦糸卵を盛り付けて、軽く温め直した牛肉のしぐれ煮。この余っちゃったやつはご近所さんにお裾分けですね。あとは仕上げに山椒と針生姜盛り付けて牛しぐれ煮丼完成。あとはお吸い物もよそって、はい、これで牛しぐれ煮丼セットの出来上がりです。では実食編へGO。というわけで無事に完成しました、牛しぐれ煮丼。なんかいい感じに純和食に仕上がりましたね。なんか最近洋食が多かったんで、なんかこんな感じもやっぱいいね。ああ、日本人って感じるわ。さあ、では食べていきましょうか。いただきます。ちょっと今回メニューがメニューなので、今回はあったかいお茶で食べていきましょう。では初手安定の汁物かな。あ、そうそう、注ぐ時にも取れたんですよね。なんとかかろうじてまだお花が生き残ってるかなっていう感じ。だし。すごくシンプルなだし。だけどなんだかんだこれが一番美味しい。なんというかものすごく素直な鰹節と昆布がこの中で鎮座してる感じ。いや、たまーに口に当たる三つ葉がええね。これはこれで美味しいですけど、なんか物足りんなと思ったらみりんを一回し。で、お酒一回し。で、ちょっと薄口醤油とお塩で塩分決めてあげたら、ちゃんとしたね、お吸い物になりますんで。味は普通の卵。じゃあこっちのメインいきますか。ではまず牛肉だけいこうかな。うわ、恐ろしく柔らけ。もうこれわかるかな。ちょっと分かりづらいけど、もうプルップルなんですよね。火入れがもう極端に今回の短いので、お肉とかって火を通しすぎるとタンパク質の分水作用でどんどん細胞の中からね水分が抜けていって、で硬くパサつくんですけど、それを超えると牛タンシチューみたいにこうホロホロっとなっていくんですけどね。ただ今回のはさっとお湯に通しただけなんでめちゃくちゃジューシーなんですよね。んでね、よう煮汁を吸っちゃうもんね。このごぼうとかと一緒にしぐってないですけど、しっかり味ついてますもんね。んでそのごぼうは逆にしっかりと食感を残しとるんですよね。生姜もシャキシャキやし。では続いてドンとしていきますか。うめえ。ただ一言、長芋グッジョブ。やっぱさっぱりすんね、このしっかり味のね、しぐれ煮をね。いい感じ、全体として。しかもまたこのシャキシャキ感がまだ加わるというね、新しい食感がね。うまっ。というところで、今回の箸休め、長芋の漬物いきますか。いや、これご飯進むね。ご飯も合うけど、これやっぱお酒も合いますもんね。まあ今日は飲まないけど。で、あんまりメジャーな薬味じゃないですけど、この刻んだわさびの葉っぱを乗っけると、
すんごいさっぱりするんですよね。ちょっとだけね、癖のある香りなんですけど、好きな方はすごい好きなはず。僕はすごい好き。最高。で、ここらでちょっとアレンジ参りましょうか。今回2つほどアレンジ用意してあるんですよ。まあもちろんこのまんまでも十分すぎるほど美味しいんですけど、まずパッと盛り付けて、万能ネギ盛り付けて、それもたっぷりと。ネギ玉牛丼。まあこれは間違いなく美味しいやろうな。で、こういった丼物の正しい食べ方は、もうただ純粋にうめえ。もちろんこっちのプレーンはプレーンで美味しいんですけど、個人的にはこっちの方が僕は好きかな。ネギが好きなので。そしたら続いての味変に参りましょうか。みょうがと刻んだ三つ葉散らして、今回のお出汁注いで、だし茶漬けバージョンですね。そうなんですよ。これがしたかったから今回お出汁にね、みりんとかお酒とか何も入れなかったんですよ。もうこっちのしぐれにね、入ってますんでね。しゃー。うめえ。もうこの出汁がかかったことで、このお肉にね、水分がギューンと戻って、肉がめちゃくちゃ柔らかくなるね。で、薬味もたっぷり乗せて、うめえ。もうこのジメジメした暑い時期にもってこいやね、これね。サラサラーっといけるわ。というところで次で最後の一杯になりそうですね。で、最後がですね、サラサラっとお茶漬けにしようと思うんですけど、ちょうど薬味の切りもいいので、もうカツオと昆布のお出汁は終わっちゃったので、今パパッとちょっと顆粒だしの鶏ガラスープを作ってきました。ラストはこれでサラサラっていきましょうかね。で、このお漬物を最後まで食べようと思ったんですけど、ちょっと今晩のお酒のあてにしたいので、ちょっとこれ残しとこうかな。またつけようと思ったらね、結構時間かかるしね。と言いますことで、じゃあラストスパートちょっとしょっぱいね。普段あんまり使わんけどよくわからんちゃうね、僕あれが。鶏ガラスープの適量が。でもちろんさっきの和風だしも美味しかったですけど、これはこれでありやね。パパッとできるし。ごちそうさまでした。いやー、うまかったね。満足。ただお茶漬けといいね、お吸い物といい、結構お腹が水っ腹ですね。タプンタプンになっちゃったね。で、今回の牛しぐれ煮なんですけど、以前作ったやつはね、しっかりと牛肉にも最後らへん火を入れたので、なんだかんだ結構ね、4、5日ぐらい持ったんですけど、冷蔵庫の中で。ただ今回のやつそこまでしっかりと火入れをしてるわけではないので、その日食べきり、もしくはもう次の日までには食べてほしいかなっていう感じですね。あんまり日持ちはしなさそう。生姜とかは入ってるんで少しは持つと思うんですけどね。で、作る方自体もすごい簡単なので、ダークマターに変わる瞬間のあそこら辺だけがね、感覚でなんとなく掴んでいただければ、何かお時間のある時にご機会がありましたら、ぜひ。というところかな。では今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。